さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、メニュー画面の説明文についてです。以前の配信で画面遷移のアニメーションを作成したときに、メニュー画面のデザインをリニューアルしたのですが、各項目の機能を説明する文章がありませんでした。メニュー画面の単語だけだと機能が分かりにくい場合もあるので、説明文があった方が良いですね。ということで、今回はフォーカスされたユーザーインターフェースの機能を説明する文章を追加してみます。メニュー画面をマウスカーソルのみで操作する場合は、以前の配信と同様の手順で対応できると思います。アイコンにマウスカーソルが乗ったタイミングで、内容を説明する文章を表示できますね。今回はマウスではなく、キーボードでメニュー画面を操作して、フォーカスされたユーザーインターフェースの説明文を表示してみます。ということで、まずは初期選択のオブジェクトを設定します。ゲームを開始したタイミングで最初にフォーカスされる要素は、イベントシステムのファーストセレクティドで設定できますね。今回はタイトル画面のプレイボタンがフォーカスされるようにしました。続いては、メニュー画面の各パネルで最初にフォーカスされる要素を設定します。ファーストセレクティドで設定できるユーザーインターフェースは、一番最初にフォーカスされるオブジェクトだけなので、今回はスクリプトを作成してパネルごとにオブジェクトを設定できるようにしました。実装のイメージとしてはこんな感じ。今回のサンプルではタイトル画面とオプション、操作デバイス選択と楽曲選択、リズム選択のパネルで最初にフォーカスされる要素を設定できるようにしました。インスペクターからパネルごとにオブジェクトを設定します。最初に選択中のオブジェクトが存在するか確認して、存在する場合は初期化します。メニューの各パネルごとに最初にフォーカスされる要素を指定します。メニュー画面のボタンが押されて、パネルが切り替わった後に関数を呼び出す感じですね。とりあえずは最初にフォーカスされる要素を設定できたので、続いてはユーザーインターフェースのナビゲーションを設定します。ボタンやスライダーなどのインスペクターを見てみると、ナビゲーションの項目があるので、これを変更します。そうすると、フォーカスの移動先を設定できるようになります。左のような感じで、メニュー画面の端に配置されたボタンの移動先を反対側のボタンにすると、移動先がルックしますね。とりあえずはキーボードでメニュー画面を操作できるようになったので、続いては
フォーカスされたオブジェクトの説明文を表示します。今回のサンプルでは左のような感じで画面の下に説明文と枠を配置しました。とりあえずはテキストの表示位置が決まったので、続いてはフォーカスされた項目の説明文を表示するスクリプトを作成します。実装のイメージとしてはこんな感じ。今回のサンプルではインスペクターから説明文を入力するようにしました。オブジェクトが選択されたタイミングで入力した説明文が表示されるようにしています。スクリプトを作成したら説明文を表示するオブジェクトにアタッチしてテキストエリアに機能を説明する文章を入力します。ゲーム作るにはで紹介されていたようにメニューと同じ言葉で説明しないという点に気をつける必要があるのでなかなか難しいですね。とりあえずはメニュー画面のユーザーインターフェースに説明文を入力することができたのでエディター上で動作を確認してみます。メニュー画面に説明文が表示されました。オプションに移動しても問題なく動作していますね。画面についてはフォーカスの移動先がループするようにしたので左のボタンから反対側のボタンに移動できます。リズム選択画面についても説明文を表示することで以前よりも分かりやすくなったのではないかと思います。ということで本日はメニュー画面をキーボードで操作してフォーカスされた項目の説明文が表示されるようにしてみました。ご視聴ありがとうございました。